皆さんこんにちは、ガジェログです。第10世代の iPad が発表されました。第9世代から刷新されたこのデザイン、一体どんなスペックになったのでしょうか。では早速本日も行ってみましょう。というわけで Apple の公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。早速ですね、このムービーが始まりましたけども、デザインが非常にねポップだなと思います。カラーリング、このシルバー、黄色、赤、青というね4色展開になっていますけども、めちゃめちゃポップですね。出ていますね。全部スクリーン、全部カラフル、何でも描ける、何でも描けると出ています。はじめまして楽しすぎる iPad ですとありますね。全く新しい iPad はとてもカラフルですよと。もっと多彩でもっと直感的でもっと楽しいパートナーに生まれ変わりました。新しいオールスクリーンのデザイン、10.9 インチのリキッドレティーナディスプレイ、4つのポップなカラー、いろいろな課題をこなしたり作りたいものを作ったり、友達とつながるためのパワフルな方法もたくさん。 iPad のために特別に設計された便利なアクセサリーを加えれば好きなことをどこまでも追求できますよと出ています。ここでね、大きな特徴がもうざっと出ています。まずカラフルですよということですね。そしてオールスクリーンのデザインということですね。このね、鏡角縁のベゼルになりましたのでね、ほぼ全面ディスプレイになりましたということになっています。この対角でのサイズになりますが、10.9 インチのリキッドレティーナディスプレイということで、液晶ディスプレイになりますね。そしてカラーリングなんですが、4つのポップなカラーが採用されています。この一番上がブルー、そしてレッド、イエロー、シルバーというね、定番のカラーが採用されています。そしてここにありますが、ロック解除もサインインも支払いもタッチ ID と出ていますが、このね、指紋認証を採用した電源ボタンになっています。これいいですよね。加えて特徴があります。この Apple Pencil を使うことができますよと出ています。絵を描いたり、色を塗ったり、文字を書きたいときは Apple Pencil でとあります。タイピングしたり、トラックパッドで作業したり、映画鑑賞や読書を楽しみたいときはマジックキーボードフォリオでどうぞとありますね。こちらのマジックフォリオキーボードというね、かなり薄いタイプの iPad のカバー兼キーボードになっていますね。こちらもね、このようにドッキングして使うことができるようです。ペアリングも充電も必要ですとありますので、 iPad 側についている端子と専用の端子で接続することができます。そして搭載されているチップの情報になりますね。 A14 バイオニックが搭載ということになりました。これはね、相当パワーがありますよね。 iPhone でいうところの iPhone12 Pro とかね、 iPhone12 のチップになりますので、今からだいたい2年前のチップが搭載されています。とはいえ2年前とは言ってもですね、かなりの高性能なチップになりますので、何にも不足しないと思いますね。パフォーマンス的には申し分ないなと思います。しかもこのサイレン化版モデルにおいてもこのチップが乗ってくるっていうのはね、相当ね、Apple としてはもう力が有り余ってるなという感じがします。そして高品質なマイクと横向きのステレオスピーカーが内蔵されているので、どんな場所でも録音したり調整を加えられますよとありますね。高品質なマイクっていうのは Apple のマイクっていうのはめちゃめちゃ音がいいっていう評判になります。例えばよく Zoom とかでテレビ会議をする際に iPad を使っている方のマイクっていうのはめちゃめちゃ感度が良くて、それでいて音もいいっていう風にちょっと個人的には思っているんですけども、それがやっぱり搭載されているとともに、そして今回ついにね、横向きのステレオスピーカーになりましたね。ただしスピーカーの数は左右1つずつになりますので、2つのスピーカーが搭載されているということです。そしてカメラの情報になります。背面にあります、ここにありますけどもね、1200万画素の広角バックカメラが搭載されてますよと出ていますね。カメラに関しましてはシングルカメラ止まりになりました。さすがに最近の iPhone のように2つとかね、3つついているわけではありませんので、そのあたりはね、一番下の iPad ならではのカメラの数になっています。そしてみんなの話を正面で受け止めますとありますけども、このモデルからついにカメラの位置が横向きに iPad を設置した場合、どちらかにありましたよね。この位置かもしくはこちら側に今までは来ていましたが、今回はこの位置に来ました。この位置に関しましてはね、やっと対応したのかなという感じですよね。しかもこのカメラというのはセンターフレームに対応ということで、このビデオにありますけど、被写体が多少動いたとしてもカメラが、そしてソフトウェアがこのように追従してくれるわけですね。これはね、すごいですよね。ここにあるカメラ自体が別に下向きとかね、なってるわけではありませんけども、おそらくソフトウェアで処理されてると思います。こちらにね、拡大写真が出ていますけども、あなたがフレームから外れないように調整するよとありますね。センターフレーム機能、横向きの1200万画素の超広角フロントカメラが搭載されています。そして Wi-Fi に関しましては Wi-Fi 6
6に対応していますので、ほぼね最新の規格に近いわけですので、これは安心して使うことができます。もしご自宅の Wi-Fi 無線 LAN 環境が Wi-Fi 6のルーターを使っていらっしゃれば、かなり高速にね iPad と接続することができます。ではまだね触れていない細かな仕様について少し見ていきたいと思います。容量なんですが2タイプになります。 64GB か 256GB の2つになりますね。そしてサイズと重量になりますが、サイズはねちょっとこちらの方を見ていただければと思いますが、 Wi-Fi モデルであれば重量は 477g になっています。そしてセルラーモデルもありまして、こちらは 481g になっています。こちらは SIM カードと eSIM ですね、どちらも使うことができるようです。そして同梱物になりますが、 iPad 本体とともに USB-C 充電ケーブル 1m のものがついています。そして充電器が USB-C のもの 20Wタイプのものが同梱されています。そしてディスプレイに関する情報になりますが、解像度になりますね。 2360×1640 ピクセルになっていて 264ppi になっています。かなり高精細ですよね。そして最大輝度になると思いますが、500ニットに対応しています。なかなかね屋外で使うことが多いと思いますので、この辺りの数字で十分かなと思います。そして Apple Pencil の第一世代に対応しています。しかしながら第一世代の Apple Pencil というのはライトニングの端子で充電する仕様になっているんですね。ですのでここに書いてありますけども、 USB-C アダプターを使って充電できますよと出ています。セルラーモデルに関して SIM カードになりますが、ナノ SIM カードとそして eSIM に対応しています。これがねデュアル SIM になっているのかどうかはちょっと分かりません。そしてバッテリーに関する情報になりますが、バッテリーの容量が 28.6Wh のリチャージブルリチウムポリマーバッテリー内蔵と出ていますが、何ミリアンペアバーというね表記になっていないので、一見ちょっと分かりづらいので検索の方をしてみました。そうしましたらね、この簡単計算機っていうねサイトがあるんですけども、ここに出ていますね。 7729.73 ミリアンペアバーになりました。これはそうですね、バッテリー容量としてはめちゃめちゃ多いわけではありませんけど、 iPad のね今までの容量からすると妥当なのかなという感じになりますね。そしてね、同時に発表されました 12.9 インチの iPad Pro の第6世代、またすでに発売されている iPad Air の第5世代、そして今回出ました iPad の第10世代になりますが、比較の方をねちょっと見ていきたいと思います。まずサイズ感になりますけど、やっぱり iPad Pro のね 12.9 ってめちゃめちゃでかいなという感じですよね。まず大きな違いになりますが、チップになりますね。今回の iPad の第10世代は A14 バイオニックチップになりまして、 iPad Pro の最上モデルは M2 チップになっています。 Mac にも搭載されているチップになりますので、めちゃめちゃ強力ですね。そして電源コネクタになりますけども、 USB-C でだいたい統一されましたね。 iPad mini はねここに今出ていませんが、そちらも USB-C になっていますので、もうね Apple もやっぱりライトニングをいよいよやめて移ってきました。そして認証系になりますが、 iPad Pro に関しては Face ID 対応、そして iPad 第10世代は Touch ID 対応になっています。容量別のお値段になりますけども、今回の iPad 第10世代の 64GB モデルは 68,800 円になっています。いやーこれは高いですね。今までの価格の、倍まではいきませんけども、第8世代とかね第9世代までになりますと4万円弱ぐらいで販売していたような気がするんですけども、一気にねもう7万円近いということで、なかなかこう手が届かなくなってきたなっていう感じですね。円安の影響をもろに受けています。それに対しまして iPad Pro も強烈な価格になってますね。2TB の最上位モデルであればなんと34万8800円っていう風にね驚異的なお値段になっています。これはすごいですね。 MacBook Pro とかねそのあたりよりも高い iPad になってしまったなという感じはします。ようやくですね情報が出てきました。 iPad 第10世代のスピーカーに関しましては2スピーカーオーディオ横向きと出ていますので、4つではありませんでしたね。4つに関しましては iPad Pro のモデルのみになりますので、このあたりはね注意していきたいですね。というわけで10月の18日の深夜ですね発表されました第10世代の iPad についてご紹介しました。お値段に関しましてはね高くなってしまいましたね。発売日は10月の26日ということで、この動画が出てから1週間後ぐらいになりますけども、高くなったとしても結構売れるんじゃないかなという感じはします。ただもうすでにね第9世代とかね第8世代あたり持っている方は特段ね乗り換える必要ないんじゃないかなという気はします。 iPad を2年ぐらい使ってもバッテリーに関
関してはそんなに下手ってこないんじゃないかなと思うので、もう1年2年ぐらい使った上でまたその時の新しい iPad を購入するっていうのでもいいのかなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。